Yes. Yes, do it, please.チャオ、スイスティチーノ州在住のチュミです。今日は私のスイスでの滞在許可証のことについてお話ししたいと思います。時間は一度昨年の7月まで戻ります。ロミ君はいつも私をいろんなところに連れてってくれるんですが、まだ湖からルガーの周辺って見たことないねっていうことで、この日はボートに乗って湖から湖畔のいろいろな街を観光していました。今ご覧いただいているのはモルコテという村です。この村はスイス一美しい村に選ばれたことのある村で、昔ながらの街並みや小さな石畳の小道ですとかボタニカルガーデンなどもあって、夏は多くの人が訪れます。こんな風にのんきに観光を楽しんでいたんですけれども、その日ティチーノの移民局からある文書が送られてきました。それがこちらです。スイスはすごく丁寧だと思うんですけれども、滞在許可の有効期限の2ヶ月くらい前になると通知を送ってきてくれます。では少しスイスで生活するために必要な滞在許可のことについてご説明します。スイスへの入国滞在の条件は EU とエフタ加盟国の出身者、それ以外の第三国の出身者の人でだいぶ異なります。日本はその中でも第三国に該当しています。私たち日本人はある特別な資格がある場合のみスイスで働くことができます。スイス政府は毎年第三国出身者への滞在許可に関しては上限数を設けています。続いてスイスの滞在許可証の種類になります。L 許可証は特定の目的で一時期にスイスに滞在する外国人に発行されます。有効期限は原則として1年未満です。次に B 許可証、特定の目的でスイスに長期間滞在する外国人に発行されます。この許可証は EU および EFTA 加盟国の人には5年間有効ですが、私たち日本人は1年ごとの更新が求められます。B 許可証はスイス人と結婚した外国人にも発行され、更新は5年後になります。次に C 許可証です。C 許可証は言ってみれば永住権のようなものになります。こちらもスイス人との婚姻関係の有無や出身国の違いによって条件が違ってきます。他にもいくつか滞在許可証があるのですが、ここでは割愛します。そして私が持っている許可証は B 許可証になります。私は第三国の出身者で、かつロミ君と婚姻関係を結んでいるわけではないので、1年ごとの更新になります。ということで、許可証を更新したいというふうに申し込むと、このような宣言が届きます。これを持っていると、許可証の期限が切れても6ヶ月は滞在が許可されるので、言ってみればお守りのようなものです。この宣言が届いた後は、私はただ待つことしかできません。不安はたくさんありましたが、どうすることもできないので、スイスの秋を満喫していました。そして日本へ一時帰国する10日前に届いたのがこの書類です。滞在許可の更新のために語学パスポート、フィデ試験のレベル証明書とその他いろいろ書類を送ってくださいということでした。フィデ試験とは何かと言いますと、 F がフランス語、I がイタリア語、D がドイツ語の試験、つまりはスイスの母国語である3言語の試験という意味です。スイスにはもう一つロマンシュ語という母国語がありますが、話す人が全体の 0.5% なので試験には適用されていません。試験ではレベル A0 から B1 で語学力を評価します。住んでいる母国語の言語レベルを証明しなくてはいけません。私は前スイスのフランス語圏に住んでいて、フランス語の試験の A2 を持っていますが、ティチーノ州の母国語はイタリア語なので、イタリア語の試験を受けて最低でも高等試験 A2 を取らないといけません。日本へ一時帰国するまでに試験を予約して受験することは完全に不可能だったので、ティチーノの移民局へ事情を説明して、スイスに戻り次第試験を受け、証明書を送る旨を伝えて日本へ帰国しました。そして約1ヶ月日本を満喫して、私は再びスイスへ戻りました。私
私より2週間ほど早く先にスイスに戻ったロミ君がいつも郵便受けをチェックしてくれていて、試験の結果を出すようにっていう催促状が来ている旨も聞いていました。この申し込み用紙に記入して試験の申し込みをするのですが、登録手続きなどいろいろあり、受験できるのは早くても2週間後になります。試験当日、口頭試験、筆記試験ともに終了しました。担当の人から結果が来るのは3週間後、クリスマス休暇も挟むのでもう少し遅れるかもしれませんと言われました。スイス人も日本人同様すごく勤勉で、時にはそれ以上にしっかりしてるかもしれません。試験結果がちょうど3週間後に届きました。ロミ君は落ちた時にすごい悲しいから撮影しない方がいいんじゃないって言ってくれたんですけど、私はもう腹を決めて撮影してもらうことにしました。落ちれば再試験です。受かるまで受け続けないといけないので、再びお金が飛んでいきます。そしてまた約5ヶ月待たないといけません。Show me, please. Show me. Mutzi, show me. Don't make me wait. Yes. Yes, do it, please.はい、無事に A2 を取ることができました。自分的にはすごい微妙なラインだと思っていたので本当に嬉しかったです。毎日私を見捨てることなく勉強に付き合ってくれたロミ君に本当に感謝です。ありがとうございます。評価は A2 というふうにやってきますが、今見ている紙の方にですね、正確に何点だったっていうのが記載されてきます。家に帰ってすぐこの証明書を E メールで移民局へ送信しました。そこから許可証が届くのはすごく早かったです。7月の初めに滞在許可の更新をお願いして、9月に期限が切れて更新ができたのが12月末。5ヶ月間本当に不安な日々でした。また許可証は12月末に届きましたが、許可証の有効期限は昨年と同様9月までです。毎年なかなか一筋縄ではいかない更新、次回の更新はどうなるか今からちょっと不安です。何はともあれ、本当にいろいろあったんですけれども、こうして再び許可証が更新できて、ロミ君と2人で大好きな山登りをしたり、こういう風な時間を過ごすことができるっていうのは本当に幸せなことだと思っています。今回は長くて面倒くさい動画を最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画もご視聴いただけたらとても嬉しいです。ありがとうございました。